ういう感じで穴を今開けてますね。僕の師匠がもう1980年代からこういう時計を作ってて、でその師匠とか、兄弟子姉弟子のこう積み重ねがあって、それを最初に教わってったっていう感じなんですけど、ただやり方がこう決まってる世界ではないので、そこで自分流にやってる部分もあるんですけど、基礎に関しては全部師匠から教わってますね。師匠はもともとは商社マンで、1980年代からこの手作り時計っていうのを急に作り始めた人なんですけど、その師匠が香港にその仕事で行くことになって、でその香港で雑居ビルの取引先の隣のビル部屋かなんかで時計を組み立ててるところだよって聞いて、それを見てこんなところで時計が作れるんだっていうふうに考えて、で自分でもやってみたいなと思って、で最初はなんかこう香港からそのプラスチックとかのなんか安いパーツとかを仕入れて自分で組み立てて出してたんですけど、で当時師匠のその時計を卸してたお店の人とかでものづくり好きな人が弟子入りしたりとかでどんどん弟子が増えてって、でなんか一つの集団みたいな感じになってったんですけど、もともと革小物やってた人が入ってベルトの技術が会社全体で上がってったりとか、金属加工をかじった人がこういうやり方もあるよって師匠に教えたりして、またその技術が加わったりとかで、だんだんこういろんな弟子とかにもの持ってる技術とかも吸収しながらこう今の手作り時計の形ができていった感じですね。
構使う道具とかはこのまあ要はプロになってからなんか他のジャンルの方に教わって、あ、そんなのあるんだっていうのも結構多いですし、本当会社でその師匠から教わったのは基本的な部分が中心なので、工具とかはまあ自分で調べてちょっとずつちょっとずつ学んでった感じですね。だから手作り時計の作家の中で僕しか使ってない工具とかもやっぱりあったりはするので。今作ったパーツたちをちょっとフラットにするので、よいしょ。この仕事始めた当初はやっぱり買い揃えなきゃいけない工具がいっぱいあったんで、なんか彫金関係の工具と革関係の工具と時計組み立てるための工具それぞれを用意しなきゃいけないので、結構ハードでしたね金銭的にも。
どうしても焦がした状態のままだとちょっと粉状のものが出たりもするので、ちょっとニス的なものでコーティングをして、この焦げとかが落ちてこないようにする感じですね。いらっしゃいませ。こんにちは。ちょっと拝見してもいいですか？どうぞご覧になってってください。ちょっとなんかユニークな感じのものあってね。そうですね。全色全サイズを作って、その撮影同じ角度でやらなきゃいけないから大変で、もう全然向こう放置で似たような。だからここのステッチとかもめっちゃ細かいんですよ。はいはい。あ、でもなんか今鈴木道也さんこんな感じを作ってましたよ。本当ですか。はい。へえ。ピッカーさんでしたか？パッカーさんでしたっけ？ピッカー。ピッカーさん。はい。知ってますか。いやでも行ったことないですよ。やってるかわかんないもんだって。ちょっと来れてよかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こっからの作業が、その文字盤に針をのす。まずこの文字盤にムーブメントというこの機械を取り付けるんですけど、それは大した作業じゃなくて、でその後に今度針を一個一個乗せてって、であとこのリューズっていうこの時刻合わせのこの部分を時計のケースのサイズにぴったりに合わせていくんですけど、その作業が結構コンマミリ単位でちょっとずつ削っていったりとかする作業なんで、割と大変っていう感じですね。手作り時計は結構工業製品と違って一個一個が微妙に同じデザインでも誤差があるんで、一個一個本当にちょっとずつ削っていって長さを合わせるって感じになっていくんですよね、これは。
ちは結構ベルトの色だけでも30色ぐらいあるので、時計にとってベルトってなんかまあ大きく言っちゃえばまあ人間にとっても服みたいなものなんで、やっぱりその色合いとかで全然時計の印象が変わっていくんですよね。でそれがまあ最初のうち楽しくて、であとまあここら辺が蔵前っていうその結構革関係の盛んな町でもあったので、この町にアトリエ構えたことで革関係の知り合いも結構増えたんで、お互い革のいい革、あそこの今革品質いいよとかの情報も交換し合いながらとかしてるうちにどんどんなんか革の種類増えてったりしていきましたね。手作り時計を仕事にしたいなって思ったきっかけのお客さんがいて、僕がその師匠の直営店で当時あったその渋谷ロフトの1階の店長をやってた時なんですけど、昼ぐらいの時間帯に急にOL っぽい感じの女性が泣きながらお店に来て「どうしたんですか?」って声かけたら、ここで昔買ったお気に入りのもう毎日使ってた時計を昨日なくしちゃったんですっつって、でもうその時計じゃないともう私耐えられないんで、同じ時計が売ってるとは限らないんですけど、やっぱりここの時計が良くて、それでもう今昼休み抜け出してきて買いに来たんですっつって、で結局なんか気になる商品見つけてくれて、で買ってお昼休み中に帰られたんですけど、そんだけ力のある商品ってすごいなって当時思って、結構そのお客さんが制作側に回るきっかけになった一つでは結構大きなポイントの一つではありましたね。でもまあこの仕事自分でやるようになって本当になくしちゃったっつって泣きそうな感じで来てくれるお客様っていうのは自分のお客様でも本当にいらっしゃるんで、そういう意味ではそういった自分がこの世界に入るきっかけになったようなお客様に自分のお店でも出会えてるんで、ありがたい話ではありますね。すみません。はい、ちょっと今大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。この時計を探してて、ここでこの部分がピンクとブルーのものを拝見して、それもね多分ねあると思うんですよね、1本ぐらい。この辺かな。でもこれだったらこれが一番こっちほど青が強くないんですけど、そうですねはいまあグレーがかった感じなんで、なんかこういう感じのイメージですね。色味が合いそうな、かわいい、すごいかわいいです母親がすごい気に入ってる時計があって、なんか大学に通ってるので離れたところに住んだりしてて、あんまプレゼント渡せてなくって、なんか私も来年からちょっとまたもっと遠くに行く都合があったりして、一回なんかこの機にプレゼント渡したいなと思ってたまたま写真を見つけて、なんか覚えてるのかなって私は思うんですけど、ちょっと楽しみです私のが。その時は横浜の赤レンガのイベントにちょっと多分手作り関係のイベントに出店してて、多分小学校高学年ぐらいの女の子がずっとうちの時計を見てくれてて、でさすがに小学校高学年が買える、値段でもないし、でもなんかすごい時計好きなんだろうなと思ってちょっと話しかけたら、私この時計すごい好きなんですけど今は買えないんですって言ってくれて、でもちろん全然買える時になって来てくれたら嬉しいなみたいな感じで話してて、でも私本当にこの時計好きなんでいつか買いますっつって、でその時はそんな感じで、でも10分15分ぐらい喋って、でお母さんと一緒に帰ってって、
である時お母さんと高校生ぐらいの女の子がふらっとお店に来てくれて、で「あ、いらっしゃいませ」って声がけ普通にして「今日はたまたま通りかかった感じじゃないですか、それとも何かお探しですか?」ってちょっと声がけした時に、実は56年前私が小学生の頃に横浜の赤レンガでここの時計を見てっていう話をしてきてくれて「あ、覚えてます覚えてます」って話になって、でやっと自分で買えるようになったので今日注文に来ましたっつって、それで注文してくれて、で後日ちゃんと受け取りに来て買ってくれて、でその子的にも本当に念願の時計だったみたいで、でお母さんもずっとこの子これ買うの目標にしてたんですって言ってくださって、もうその子はすごい印象に残ってるお客さんの一人ですね。多分まあそっからも67年経ってるんで、もう今20代半ばぐらいになってるとは思うんですけど、こんな感じですね。いやー、なんか久しぶりに集中して丸一日仕事しましたそう割とまあ抜くところは抜くっていう感じなんですけど、今日ずっとダッシュした感じだったんで、それは久しぶりに。ただもうやりたい仕事は大体やってるんで、あとちょっとこれがお客様の注文品なんで、これの画像を撮ってお客様にちょっと完成しましたっていう連絡はしなきゃいけないんですけど、そのパソコン仕事終わったらもう今日はやる予定だったこと全部終わりですかね。オーダーいただいて、それを取り付け、お客さんとか取り付けした時のお客様のおーっていうなんか喜びの声を聞いた時が一番幸せかな。なんか仕事を収めたって感じ
原稿に、合わせて一発でこう眉加工をしていくんですけど、はい、何回も火に入れたり出したりしちゃうと破損しちゃう可能性もあるので、一発で決めていくって感じです。ここの場面でうん、一番ちょっと難易度が高かったってことっていうと、これよりもさっきの最初のこっちのが難しい。この辺もそうだし、この辺も密集してるから。
中に蛍光体が塗られてるんで、それは溶けないから拭き取って。
高電圧が流れるんで絶対触らない。今これはガラス焼き終わったんで真空ポンプで真空引きをしてる。兄貴みたいにすごい親しくしてたお友達とその奥さんと3人でニューヨークにやっぱ知り合いが住んでてそこのアパートに泊めてもらって。思い出とかあります？もうやっぱ全てがもう衝撃的っていうか、そういうグラフィティ、あと音楽、ファッション、その時に街のネオンはもう目に入ってたんで、コンビニみたいのニューヨークとかだとグロセリーって言うんだけど、そういうとこにもATM ってネオンがついてたり、普通にネオンがお世話になってる看板さんに声かけてどっかネオン教えてくれるとこないですかねみたいな。そしたら連絡があって、どこどこネオンが雇ってるよみたいな。自分の師匠だった人がすごいうるさい、仕事にうるさい人だったんで、それはすごい良かったなと今感謝してますよね。修行時代が12年、それで今2000年からだから24なんだ、36年、いやまだまだですね、まだまだひよっこですよ。っていうかなんか終わりがない、まだ多分完璧な職人にはなってないような気がする。完璧がないかもしれない、ずっと。だから続けられないのかもしれない。
発明されたのがヨーロッパ、フランスの人が発明して、それからこう世界に広がって、でもやっぱりアメリカが一番ね、なんか華やかっていうか、なんか自分のスタイル、やっぱアメリカが好きなので、なんかこだわりたいっていうか、アメリカに、アメリカの仕様みたいな仕上げに持っていきたいっていうのは、だからそういうネオンのパーツなんかも海外の使ったりとかもするし、やっぱりこのネオンをいろんな人に見てもらって感じてもらって、あとはそうですね、自分ができる限りやり続けるっていうのと、あとはアート系ですよね。そういう、ネオンアート、そういうので自分の作品としてなんか購入してもらえるようなものを作り上げていきたいと思ってます。やめます、このやり方。これがアンティークです。ここシャンデリア工房です。上とか見てもらえば分かるけど、これ50年前とか70年前の僕が海外にヨーロッパとかアメリカとか行って買い付けたシャンデリアを、修復して、あと向こうの壁に真鍮のパーツがあるんだけど、こういうのを組み合わせてオーダーシャンデリアとかをやってる工房です。お客さんがこう持ち込みで持ってきたんだけど、ご両親の別荘で昔はシャンデリアとして使ったんだけど、なんか軒下でなんかずっと何十年も放置されてたらしいんですけど、ご両親亡くなっちゃって代替わりされて、クリスタルも最初ついてたらしいんだけど、なんかなくなっちゃってるんで、とにかくこれが作られた当時の状態に戻してほしいっていう依頼です。外の軒下にぶら下がってたっていうことなんで、こういう錆とかもうかなりひどいし、一番困んのがここってなんだろうな、ソケットが立つところで、昔だったらここにろうそく立ってて、これがろうそくの受けなんですけど、ろうそくの受けが1個ないつうのが決定的だな。これなんとか探さないとダメっすよね。今わかる程度で、結構、重症ですね。本来ならこれスルッと取れるはずなんだけど、もう錆が固
固まっちゃってて、来た。まあこれ見てもらえば分かるけど、まあ真鍮なんですよ。で真鍮の鋳物、イタリアスペインとかで作られてる。どのぐらいかな、1960年代70年代ぐらいだと思います。結構フレームも分かります、極小って言ってサビみたいなものですよね。アンティークっていい汚れと悪い汚れがあるんで、これ悪い汚れだし、ここは鉄で作られてるんでまあ錆びちゃうんですけど、まあこれもなんとかしなくちゃいけない。僕一番このバラシっていう作業が一番好きで、なんで好きかっていうと、このシャンデリアが何年前に作られて、どこの国で作られて、どういう人が使ってたか、どういうふうにどうやって使ってたかとかって、まあ、推理するのが好きなんです。この中で親って思うのがここの部分、これヒッキーって言うんですけど、これアメリカなんですよね。60年代70年代にすごいこのスパニッシュシャンデリアっていうのがブームで、60年代70年代にまあ60年代とか一番世界でどこの国が金持ちだったかって戦勝国だったアメリカがやっぱ一番金持ってたんですよね。でアメリカに行くと結構このスパニッシュっていうのがイタリアスペインに行くよりもたくさん見つかるんですけど、まあそういう流れでアメリカに一回行ったんだろうな。はい、これで全部バラし終了です。そうすると問題これだけだな。こういうのホームセンターにね行って売ってればいいんだけど、売ってないんで、もう僕が持ってるなんか今までずっと20年間ずっとストックしてたストックから探していくしかないんで、ない。
それなかったらどうなってました？写真撮って、海外の仲間のところ、海外の仲間もこうやってパーツ持ってるやついるんで、ないかどうか探してもらうっていう、結構時間のかかる作業になっちゃうけど、よかったそれしないで。なんかこういうのやり始めた時って10年20年やってればどんどん上手くなってって何でも直せんのかなとか思ったけど、実際にパーツがないと何も直せないですよね。なのでこういういろんなパーツの種類に分けてストックして、お客さんから注文っていうか修理の依頼来てすぐ探せるような状態に。人から見たらゴミだけどこれ僕のお宝です。ここなんて本当はもう開いてなくちゃいけないのに、もうバリがもうくっついちゃって塞がっちゃってる。本当はこういうように穴が開いてなくちゃいけないんだけど、ここでね、このオーナメントが曲がっちゃってるんですよね。あんまね熱くすると溶けちゃうんですよ、線が細い怖い。これで折ったらまためんどくさいことになっちゃうんですよね。はい、曲がり取れました。このパーツはもうサビサビで肉も多少薄くなっちゃってるんで、これとこのパーツ使って作り直します。これ作った人すごい腕がいいな。この穴を開ける感覚とかそういうの、なんていうの、あとこれドリルで穴を開けるんだけど、すごい精度がすごいいい。この
ってるのはさっきもやったバリ取り、ドリルで穴開けると分かります？こう立っちゃってるのね。刺さるっていうか出てきちゃうのね。この中にコードが入るからコードを傷つけちゃうんで、全てバリを取ると。これで昔のこれマイナスネジなんだけど、デッドストックを持ってるんで、これで仮組みをしてバランスを見ると。今これ仮組みしてるんですけど、ここの穴がちっちゃかったんで、ちょっと穴をもう少し大きく開けようと思って穴開けしてたら穴が決壊しちゃってこんなになっちゃったんですよね。まあ多分肉ってこの厚みがすごい薄いんで多分脆かったんですよね。まあなんか修理とか修復とかやってるともうほんとこういうのがもうつきものでまあ突然こうトラブルみたいな風になっちゃうんで、まあどっちにしてもこれもう壊れちゃってる、もうここの部分も決壊しちゃってるんで、これなんとか元のように戻さないといけないんで。毎回同じような綺麗な流れで作れるものなんて何一つないんで、まあ大体何かしらトラブルはありますよね。まあでも今回すごい肉が薄かったんで、補強するにもまあね、これ長く使うためにもやっといた方がいいと思うんで、まあこれはこれでポジティブに受け止めて。これはフラックスって言って今ロー付けするんですけど、ここの隙間にローをこう入れて、それでくっつけていくんですけど、ちょっと待ってくださいね。つきました。今からこれ整えて穴を開けて、真鍮って銅と亜鉛の合金なんですよ。だからその亜鉛が多いのかなこれ。とにかくなんかいつもやってるやつは全然違う感じですよね。
と待ってくださいね。そっか、わかった。もともとこれのピッチがおかしかったんだ。もともと前作ってた人がやっぱ寸法がおかしくて、これ最初多分外れてたじゃないですか。だからやっぱ最初のなぜそうなのかはわからないけれども、それに合わせようと思ってやったけど、もっと長めにやらなくちゃ基本的に問題解決しなかったんだよ。穴が際に開きすぎていたっていうだけど、それにはやっぱ理由があった。でこの鋳物のこの寸法がこれやっぱ短かったんですよね、最初に。だからもっとこっち側を長めに取らなくちゃいけない。だけど前これ作った人はなんとかギリギリでかわして作っちゃったってことですよね。はい、これで仮組みが完成です。で、ここのお皿バラバラじゃないですか。ちらっと恐怖のとつぶやいたと思うんですけど、どういった点でそう思ったんですか？いやだから火をかけすぎるとこれが溶けてポロッと取れちゃったらもうおしまいなので、溶かさないように。だけど融点が分かんないからあんまあったかく熱しられなかったらこの曲がりが取れないわけだしっていう意味で恐怖の。全然ダメ。火の出し方で全然温度が変わってきちゃうんで。こういうことです。マジか。
これどうすんのかってなったら、これまたさっきやったみたいにロー付けでやる。だけど曲がり取るにはもうこのやり方しかないんですよね。やめます、このやり方。これがアンティークです。ダメ、あれ多分ね、ジンクが多すぎると思うわ。今日はもうカメラをあんま気にせずに、ただ粛々と。金属と金属の間にロを流し込むんだけど、それが均一になんていうの熱をかけて流し込まないと使ってると折れちゃったりするから。はい、元のようにくっつきました。こっちの本体を曲げようとしたんですけど、まあ結局曲がらないで折れちゃったんで、こっちに下駄を履かしてこっちを削ってフラットをきれいに出していこうかなって思います。
わかります？これがこうだったのがだいぶ下がって、あとこれが今こうなってるんで、こう上げてやると。シャンデリアってなんか西洋の伝統工芸なんですけど、僕やっぱ日本人なんで、こういうアームがなんかちょっとなんか曲がってたりとか、なんかこう歪んでんのがやっぱ許せないんですよね。ちょっと下げる。でも買い付けとかでね、ヨーロッパとか行ってみると結構歪んでたりとかするんですよね。だけどすげえかっこいいんですよね。だからまっすぐにすればいいっていう、なんかまっすぐにするゲームでは全然ないんで、すごい難しいですよね。なんか答えがないというか。よし。はい、全パーツエイジング終了で、この後は組み上げと。
OK。今から仕込むソケットとコードだけは消耗品でだいたい10年ぐらいで劣化して問題を起こすんで、新しいコードと新しいソケットをつけていきます。フレーム完成したんで、これからクリスタルをここにつけていきます。シャンデリアのその様式っていうのがあって、使われるパターンっていうのが多分あるんですよ。見たことないというか違和感のあるクリスタルっていうのは絶対にあるので、それを選ばないようにっていうのはあります。日本の居住空間はやっぱり海外とかに比べると天高がそんなに高くないので、できるだけ高さを抑えて横幅が広いのが欲しいっていうのが日本の人たちの一番よく聞く話なんですけど、様式としては本当は長くしたいものも結構短く作ったりとかっていう感じでお客様に合わせて作ることが多いんですけれど、こいつはもうすでにこのお尻の部分が下に来てるので、ファイナルのクリスタルはできるだけこれ以上下に行かないように、最小限のクリスタルだけでつけるっていうのはこいつはもう決まりですね。でこれで完璧に綺麗なラインとは言えずともこいつがもうちょっと下がってもいいのかなっていう気もするんですけれど、古ければ古いほど曲がりがあったりとかで、それをもう工房の方で修正しようとしても効かなかったりして、フレーム自体がもう曲がってることっていうのはよくあることで、そうなると左右対称にしようと思ってもなかなかうまく綺麗にはいかないんですよ。自分はできるだけ綺麗にもう測ったようにやりたいとは思いつつも、自分も実は何ですかね、アンバランスなシャンデリアもありだと思っているので、手作業感が出るというかにじみ出てるぐらいのフォルムになるのが一番いいのかなとは思ってます。ただ遊びすぎると、僕と平田はこれかっこいいじゃんって言っても受けないことが結構あるので、そこはみんなが好きだって言ってもらえるような最大公約数に近づけないとなっていうのはあります。ここちょっと当たってるの分かります？でこっちは置いてるんですよ。もうフレームが多分一個一個昔作られたやつで高さが違うので、
ギリギリ。結構日本のお客さんが傷物とか不良品っていうものにすごい敏感なお国柄だと思うので、できるだけこういうものだよっていう説明はする上で、まあなんかそういう違和感っていうか、そのみんなが気になりそうなところは減らしていかなきゃいけない。アンティークって100年以上前のものとか価値のある古いものとか、なんかよくそういう解釈みたいなのを聞くんですけど、僕はそう思わないで、なんだろうな、壊れたら直してクリーニングして整えてきれいにしてあげて、でまたそれを長く使っていく。そうするとだんだんそのものに思い入れっていうのが入ってって、その思い入れっていうのがなんていうかな、アンティークなのかなって。よし、これで完成です。じゃあちょっとつけてみますね。はい、これで修復完了です。